ハエの生態と繁殖について。イントロダクション。日常で頻繁に遭遇することがあるけれど、その生態や繁殖についてあまり知られていない。ハエについて語り合います。我々の周りには常にハエが存在していますが、その生態を理解することで、我々とハエとの共存方法についても、理解が深まることでしょう。ハエの基本的な生態。ハエってよく見かけるけど、具体的にどんな生態をしてるのだ？ハエは非常に広範な環境で生息していて、食物や繁殖地になる場所があればどこにでも生息できるの。またハエは成虫になると飛ぶことができて、広範囲を移動することが可能なの。ハエは主に有機物を食べるけど、中には血を吸う種類もいるの。だから家庭内や飲食店などでは衛生的な問題を引き起こすことがあるわ。特に衛生状態が悪いところには多くのハエが集まるの。これはハエが適応力の高い生物であることを示しているのよ。ハエの繁殖。ハエってどうやって繁殖してるのだ？ハエの繁殖はメスが卵を産んで、その卵から幼虫が生まれて、その後に成虫になるっていうプロセスを経て行われるの。メスは一度に数百個の卵を産むことができて、その卵はゴミや腐った肉などに産みつけられるの。これらの場所は幼虫が食物を得るのに適していいのよ。幼虫は食物を摂取して成長するとさなぎになり、その後成虫になるの。こうやってハエは自らの生態を維持しているのよ。ハエの生活感。ハエの一生ってどのくらいなのだ？ハエの一生は短くて、卵から成虫になるまでの期間は1週間程度で、成虫になってからも生存期間は数週間程度なの。でもその短い生涯の中でハエは大量の卵を産むことで次世代を続けていくの。それから成虫になったハエは飛翔能力を持つために広範囲に散布することが可能になって、新たな繁殖地を見つけることが可能なの。これはハエが短い生涯を最大限に活用している証拠なのよ。ハエの影響と対策。ハエって人間にどんな影響を及ぼすのだ？ハエは食物を介して病原体を運んだり、刺激的な鳴き声で人間を困らせることがあるの。だから家庭や公共の場所ではハエを適切に管理することが重要になるわね。具体的な対策としては、清潔に保つこと、食物を適切に保存すること、窓や戸口にハエが入ってこないようにすることなどがあるわ。それからハエが多く発生する場合は、専門的な害虫駆除サービスを利用することも一つの手段よ。これらの対策を行うことでハエによる影響を最小限に抑えることが可能ね。まとめ。ハエは我々の日常生活に身近な存在ですが、その生態や繁殖、またハエが人間に与える影響とその対策について理解することは、ハエと上手に共存していくために重要です。ハエの持つ生態とその生活感を理解することで、我々とハエとの関係をより良くすることが可能です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。